前回までのオラオラジオ。いやーね、イベントに来られた方も来られなかった方にも今日はね、いろいろとその場で起こったことをですね、ありのままに話すぜ。イギーの福円ちゃん、そう、これを忘れちゃいけないよ。 And matches to a woman. That's what you did. 次回のゲストは、ナレーションの大川徹さんをお呼びしてお送りしたいと思います。お楽しみに。この番組は荒木博彦先生原作のテレビアニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズ」のラジオである。パーソナリティは空城城太郎役の小野大輔でお届けする。ストーリー1987年日本。ジョースター家の血を引く青年空城城太郎は悪霊に取りつかれていた。祖父ジョセフは悪霊、すなわちスタンドが突如発現した原因が100年の眠りから目覚めた吸血鬼ディオとの因縁によるものだと明かす。城太郎はスタンドの悪影響によって倒れた母ホリーを救うため、全ての元凶にして邪悪の化身であるディオを倒すべく、ジョセフ、アブドゥル、歌教員ポルナレフと共にディオのいるエジプトを目指す。数々の敵スタンド使いたちを撃破し、城太郎たちの旅は続く。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。大川徹、破壊力 C、 スピード E。改めまして空城城太郎役の小野大輔です。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースのラジオ第11回です。前回はそうですね、イベントの感想なぞなぞをですね、ものすごい疾走感で、ものすごいオーバードライブでお届けしましたけれども、まあね、そうだ、その分がさっきダイジェストで流れたといろいろはしょりすぎでしょうがてかラジオのダイジェストって俺初めて聞いたかもしれないいやー、まあでもイベントでね、いろんなことがあり、そしてまあ愛をこじらせですよ。そしてそんな冒頭ダイジェストの前にですね、入りましたね、本物のナレーションいや、もう早くお話を聞きたいのでね、早速、ご紹介したいと思います。今日のゲストはこの方です。はい、ナレーション担当してます大川徹です。はい、どうも。いやーいきなりさ、いっぱい喋らせるからさもう疲れちゃったよいや、そうですよ、この番組ね、最初に呼んだゲストさんに、ここのナレーションというか、ここの冒頭のね、この説明をさせがちなんですよ。でもね、僕思いました。大川さんがやると、あ、本物って感じがするんですよ。本物来たっていう、一応そういう役だからね。1部から3部まで、ここまで唯一ですよ、全ての部において、出ている役柄ということでですね、これスターダストクルセイダースのラジオなんですけれども、まあジョジョ全般1部から3部連綿とこう流れてきてる、全てにおいてですね、ちょっとジョジョのお話を全部置いてあるの一部から。そうなんですよ、すごいねそうだ、うちの作家おさらさんこじらせてます、ジョジョ完全に。温泉のスタッフさんたちももうみんなね、好きすぎて、ちょっと仕事じゃない感じになっちゃってるんですよ仕事じゃない感じ楽しみに来ちゃってるんで、なるほどね、今日もみんなちょっとテンション上がっちゃってるんですけど、ジョジョ好きな人多いからね。多いんですよ。そんな大川さんは、ジョジョって僕ね、タイトルはね、もう昔から知ってたのね。実は大昔にちょっとゲームがあって、それの仕事が来たんだけど、その時は中身全然知らなくて。ああ、そうなんですね。もう原作紐解くとかなんかそんななかなか時間もなかったんで、分かんないままにやって、その時はそれで今回ね、アニメのお仕事でナレーションをって言われた時に、それでじゃあっつって最初から読んだんですよ。その時が初めて。
その時うのん率直なというか感想ってどうでした？読んだ瞬間。私が想像してるより面白かった変な言い方だけど、いやみんなそうなんですよね。雲翔さんまあ堅くなにその先の方は読まないって言ってますけど、奇妙な冒険っていうそのタイトルを聞いた時に何なんだろうってファンシーな話だと思ってたんですって。いや思うよね。奇妙な冒険っていうかもっとファンタジックな柔らかい感じの話なのかなと思ってたら、すごい中身硬派な話じゃないですか。そうですね。シリアスでシンクのロマン絵の感じももう先生もどんどん絵が上手くなってるからあれなんだけど、特に最初の頃のってやっぱりね、いかにも少年ジャンプの絵頃なんかそういうのうわーみたいなね、そういうのをやってた感じのさ絵だから、今この年になって逆に今だから読み始めてすっごい面白くて、ある種笑えるっていうか、そうですよね。本当に奇妙な冒険だなっていうふうに思ってね。だから逆に僕にとっては今出会ってやっぱ良かったのかなとかって思ってね。それがすっかり入り込んじゃって、基本僕お仕事する時には原作とかってなるべく手に取るようにしてるんだけど、途中から仕事そっちのけでずっと買ってるからね。ほいでアニメがさね、とりあえず3部がやれたんであれだけど、まだほら4部できるかも分かんないし、あと5部6部なんていうの分かんないけども、今6部読んでんだよ。6部のもう終わりの方なんだけど、今じゃあ早くストーンオーシャンを早くもうちょっと先まで読まなきゃと思って。でも大川さんが一番現場で座ってる時、なんだろうな、待ち時間とかに原作をこうさらったりしてる姿を見ます。タブレットというか iPad に入れてらっしゃるじゃないですか。入れてますだね。それがね、ここどうだっけってなった時に大川さんがねそこをね出してくれるんですよいつも。あ、ここじゃないっつって、ほら文庫でみんな持ってる人が多くて、文庫持ってきてる人が多いじゃないですか。僕もその口ですね。それでそのシーンをこうやって探すんだけど、もう僕ね頭はね文庫で買ってたの。そうするとねルビとかがね読めないの。もう小さすぎて文庫版さらにちっちゃいですもんね、コミックスより。拡大できるじゃないですか。それいざとなるとですよね。それ便利だわ。そうだからそれもあるのと、本をやっぱ紙媒体は重いので、何巻も入れて持ち歩いてるんだけど、僕思ったんですけど、そのジョジョの世界観っていうのをゲストの方が来た時に、その知らない人にも分かりやすくやっぱ説明しなきゃいけないっていう時に、それこそ雲翔さんのお話で出てきたんですけど、雲翔さんいつも言うんですよ。大川にさ言われてさって別に俺が悪いみたいに言うのよみたちいな。っちゃい「つ」が大事だっつって言われてさそれ第1部からもう散々岩波さん言ってきたことだからなんですよね。で大きい「あ」がさそうで1部2部の収録の時にもやっぱりゲストが来るたんびにちっちゃい「つ」びっくりマークをすごく気にしてくださいみたいなこと毎回言ってたから、もうレギュラーでね今回ジョセフさんで入ってきた雲翔さんにもう作品読んだことないっておっしゃってたんで、だからこの番組はこういうところをすごく大事にするやつなんですよ原作通りに喋るんですよっていうあまり他では見られない収録は繰り広げられるので、そこだけこう気をつけられるとまあいいかと思いますみたいなことを言ったらさ、もうずっとねなんて言うんでしょう根に持ってるじゃないななんて根に持ってんの言葉が間違えました。そう大川さんに言われたからずっとそれを守ってるんだって話をこのラジオでもしてたんですよね。そしたらさすごくテンションの高い番組ですとね、出演者はみんなテンション高いんですよっていうようなことを話してたら、あんなすごいテンションで来ると思わなかった大川さんもびっくりしました。びっくりしたジョセフすごいとにかくさ、一部にのね、おきつとさ小安のテンションがすごかったんだよね。ああそうでした。最初にアニメ見てて、うわって感動して最終回だって思ったところがあって、第3話なんですけど、3話ね、もうあそこのそうあそこの2人のそのせめぎ合いテンションと、プラス僕ものすごい残ってるのが、大川さんの慈愛の女神像なんですよ。あのテンションが
これは最終回だと思わせたんですか？いや多分あれは、もしかしたら連載の時は、あそこを一つのクライマックスにもともと想定してたんじゃないかと思うんだけどね。連載ですもんね。そうですよね。で場合によってはもうあそこで終わってもいいぐらいのつもりだったのかもしれないけど、意外ともうちょっと頑張ってみようかみたいな話になったのかななんて勝手に想像しちゃうぐらい、あそこはすごく完成度が高いんだよね、もともと原作でも。でそれを実際にさやっぱり収録するにあたってはやっぱりやってる方も相当気持ちが乗ってる感じはするよね。でもう先生の書いてるもうセリフも全部びっくりマークでしょ全部びっくりマーク一体数えたらいくつあるんだろうっていうぐらいやるから、吹き出しもギザギザのやつとかがいっぱいあるし、ここね、あとこの蹴った先にはとか、そうそれこの辺のナレーションでこれ基本的に収録の時にナレーションが一緒だったんですよ。こういう時って下手するとナレーションだけ外すじゃん。別撮りになったりはしますよね。でかぶらないから一緒に行こうって言って岩波さんが撮ったんで、ちょうど僕覚えてるんだけど、全部でマイクが4本立ってたんだけど、一番左に小安が立ってて、右から2番目に興津がいたのよ。でこの2人がなんとかかんとかフェーっつって無駄とかやってるわけそこに、その間に俺がマイク立っちゃってさ、両脇でガンガン来るからそしたら俺も蹴ったーって言うしかないじゃんみたいななるほど、そのマイク位置だったんですね。わかる。だって右と左で戦ってるんだから、そこの間に割って入る以上は負けられないわけよ俺も。そうですね、この人たちには耐え落とせないですね、そこは。でやっぱりその彼らのその気持ちが乗っているその役としてガーッと今戦っているっていうところをさ、俺が壊しちゃいけないから。いや僕も例えばその1話で、スターダストクルセイダースの1話で、アブドゥルとジョセフに挟まれてると、上げざるを得ないっていうまたねすかしてるわけには絶対いかないっていう。あの二人はね熱っと思ってね、まあすかしてる役なんだけどね、本当はそうなんですけど、ジョジョ史上でもね、かなり一番落ち着いてるというか、そういう役だもんね。なんかでも今分かりました、心でというか、なんて言うんでしょうね、そのマイク位置がそこになったら絶対そうなるし、やっぱナレーションもそれを感じてやってたってことですね。やっぱ負けらんないっていうのは強かったよね、だから1話2話の時にはナレーションも安定してないんですよ。で多分今聞くと第1話のオープニングってもっと落ち着いて喋ってたと思う。来いなんとかかんとかとかって言ったりなんかしたちょっと乗って喋ったりなんかしたのが割合ナレーションはそういう方向かなみたいな感じだったのが決定的になったのが3話ですよ。なるほど。あれでこのジョジョの作品のナレーションっていうのはこういう感じでっていうのが僕の中にもできたし、多分スタッフさんの中にもそれができたんじゃないのかなと思って、一部もナレーションやらせてもらって、で2部に入るじゃないですか。で2部だと結構説明台詞みたいなのが結構あって、その状況だとか、ドイツ軍がどうしたこうしたとかっていう説明だったりとかってするんだけど、割と落ち着いて喋ってたら今まではあれだったからそれだとちょっと寂しいとか言われてみたいな一回やっちゃったもんだからここでもそれやんなきゃいけないのみたいな感じになっちゃって普通のこと説明してても熱いっていう風になりましたよね。確かに、だからいいな、そういう風に結局こうなんかスタッフさんもそういう風に思うようになったし、俺ももうジョジョのナレーションっていうのはもうちっちゃいびっくりマークを自分の中で作ってるみたいな。そうですね、なんかそれをだから3部にまたこうやって伝えていただいたっていう感じがしてて、ジョジョっぽい、それもやっぱジョジョだなと思いますね。血の流れ、そう思ってもらえると嬉しいんだけど、おそらくスタッフさんなんかはまあね、監督とかそのまま同じ人がやってるわけだから、やっぱり1部から2部に2部から3部にっていうともうキャストが総特化になっちゃうんで、作品のカラーも変わるわけじゃないですか、嫌でも。でそれをあくまでもやっぱりそのジョジョらしさみたいなものを一つのこう通していかなきゃいけないんで、やっぱりすごく不安だと思うのね、立ち上げる時は。そうですね、だから3部でやっぱりみんながわーっと入ってきた時に
1部2部で作ってきたジョジョっていうものが同じジョジョとしてこう受け入れてもらえるのかみたいなものっていうのは誰しもが不安に思いつつ、多分始まって収録した時にみんなが安堵した部分でもあると思う、実際やって、いやだからそういう意味で言うと雲翔さんのテンションの高さはすごくありがたかったと。いや、いろんなことがやっぱね連鎖していってこうやってつながっていくんですよ、ね、だから思い1部から2部にね、変わったじゃないですか、で、今回の場合はもう3部でずっとやれる、最後までやれるわけだけれども、前回の時には一応一つの放送の中で1部から2部に変わっちゃったのね。そうでした。次週から2部ですみたいな、ワンクールとかじゃないんですよね。そうで途中で変わっちゃって、お休みもなしで次週から2部になりますみたいな感じだったんで、そういう意味で言うとみんなやっぱちょっと怖かっただろうし、で1部から2部に引き続き出てるのが、数人しかいなかったんでね、僕のナレーションもそうだし、スピードワゴンと川澄のエリナばあちゃんぐらいだったから、川澄がほらものすごいジョジョ好きじゃないですか。そうです鬼のように好きだからあいつ好きなセリフ持ってますとか言ってた好きなセリフ何ですかって聞いたらゲロイカの匂いがプンプンするぜって言っててそれってそれなのってそうだからあいつもものすごい心配してたね。2部大丈夫かしら、2部大丈夫か、杉田君大丈夫かしらってやっぱりすごい心配してて、おきつのおきつと小安の熱を間近で見た一人だから、だからもう2部になってね、本当に大丈夫なのかなっていうさ、ある種の役者さんがそれを思うっていうのがやっぱいいですよね。なんか本当に役通りっていうか、いやでもすごい、だから1部から3部まで出てるのは大川さんだけだから、そうなっちゃいましたけどね。その3部には大川さんが伝えてくださったなというふうに僕も思って今伝わってるのいや受け取りましたなんか体現してくれてるからすごく楽しいですよね、今やってても。楽しいですね。そんなね大川さんにね、でもメールがねたくさん来てるのでちょっと読んでみたいと思います。メール読まずにいられないですよ。ちょっと数がすごいスタンド名、自分のジョジョ愛を止められる人間がいるだろうか。いつもラジオ聞かせていただいております。ありがとう。アニメもついにエジプト編に突入ですね。やれマジで欲しいんですが、エジプト編が楽しみすぎて震えるぞハート、燃え尽きるほどヒートと高めのテンションで過ごしております。大川さんのナレーションも力強く、私の中で世界が一巡しそうになる勢いで一巡しそうになっちゃってるねジョジョが好きになっています、どんどん好きになってるんだね。アニメ楽しみにしておりますということで、ナレーションやっぱねテンション上がってますこの人。そしてですね、もう一通、スタンド名 NLT さん。大川さんに質問です。アフレコ現場がどういうものか全くわからないのですが、ナレーションがない場面ではどのようにされているのでしょうか。心の中でジョジョ風なナレーションを入れられていたりするんでしょうか。なるほど。アフレコ現場で、アフレコ大体例えばジョジョとかだと大きく分けて A パートと B パートに分かれるじゃないですか、真ん中の CM を挟んでね、で A パートと B パートやって、それでテストやって本番やってって、それぞれにテストやって本番やってっていくわけですけども、基本いなきゃいけないから、そうですね、確かに自分が喋るシーンがあればいなきゃいけないんで、その間ずっと、待って私に限らず出演者は全役者そうですね、そこの A パートな A パートに出てる人はみんなそこにいて、頭からずっと撮るわけだから、人が喋ってる時に、ただ聞いてるだよね。そうなんですよね。僕も丈太郎って喋らないシーンが結構多いんで、後ろで見てる時間が結構長い、出番、待って溜めて最後ボソって一言言うとかあるんですけど、あの瞬間何を考えてるかっていうと、もちろん集中はしてるんですけど、僕はニヤニヤしてます喜んでるのジョジョだーっつって、だからつまりそれ人のセリフ聞いてるってことじゃないですか。そうです。で後ろっていうと多分誤解があるのかもしれないけど、同じブースの中にいるわけじゃない。そうですね。だからマイクの前に立って
立つ人がいて、その後ろの、椅子に座ってるだけだから、ノイズ立てちゃいけないから、ね、あんまり動けないじゃない、僕らも。そうなんですよ。せいぜいこう音がしないようにお水飲むとかさそれぐらいしかできない、ありますね。だから台本のページめくるのも気使うわけじゃないですか。そっとめくりますよね。ガサッと音がしない。だからそんな状態でいるから、もうひたすら喋ってる人のセリフ聞いてるっていう状態だよね。そうです、基本ね。ひたすら聞いてますね。いやー、なんかそうですよ。だから後ろで聞いてた時に、ブッてなりそうな時があるんですよ。例えばチャイの説明の時とか。あれ、チャイこうやって飲むとうまいぜみたいな話ね。そうインド入ったね、すぐのところの冒頭で言ってましたけど、チャイの説明のナレーションなんでそんなに力強く言うんだっていう、どんどんハードルが上がってって、普通のことでもすごい力強く言うこと。いやだからそれがほらもう一部から続いてる、もうそれぐらいやっといてくんないと寂しいって言われたのが原因ですよ。ですよね。でも本当シーンとか僕とか宮城健ちゃんとかがもう熱いっていう感じとかありますけれども。いやだから、チャイとか値切るとこね。値切るとこありましたね。ケバブ屋さんね。ダンですよね。そうありましたありました。あの辺とかもね。なんでこんな一生懸命説明すんだっていうとこでしょ。やっぱり同じブース入って同じ時間を共有してるからこそ出るものっていう感じはします。あれを聞くからまた僕らも上がるし。そうだから人のセリフちゃんと聞いてないと、自分のシーンになった時に、自分の番喋る段になった時にやっぱり同じ作品の中で喋るセリフにならないんだよね。ならない。だからちゃんと人がやってる時には余計なことは考えないで、ね、勝手に新しいナレーションは作らないんですよ。そうですよね。俺だったらここ足すなとか、それはやらない。人のセリフちゃんと聞いて、この作品が今どういう風に進行してるのかっていうのをやっぱりきちんと聞いてるわけですよ。なるほどね。真面目なことを言うとね。本当。でもこれから声優目指してるあなたもし聞いていたら、そうだぞ。人のセリフもちゃんと聞かないとダメなんだぞ。じゃあもう一ついけるどうしようかな。これにしようかな。スタンド名神主。いつか来てくれると待っていました。一部からずっとナレーションをされている大川さんが見てきた中で、これは熱かったという戦いや好きなナレーション部分あればぜひ教えてください、という、熱いメールが来ております。まあこれが好きどれも印象に残ってるからね。そうですね。なんかこれだけっていうのはないし、さっきの3話のジョジョとディオの戦いのところはやっぱり大きいし、でその後ででもほら出てくるツェペリさんとかさ、熱いですね。すごかったなと思うし、印象に残るし忘れられない戦いだからね。やっぱり楽しいんなんだな。いやそうだ大川さん、そうなんです。そういったメールがですねたくさん来ているんですけれども、その名シーンといえば、その熱いシーンももちろんなんですが、こちらのメールスタンド名マッチャイス。小野さん大川さんこんにちは。こんにちは。今回ナレーションの大川さんがゲストと聞きメールさせていただきました、自分はアニメからジョジョファンになったので初めてアニメを見た時ナレーションあってのものなんだなと思いました。第3部から話の最後のちゃんちゃんというのがとても印象に残っています。ちゃんちゃんね。心から応援しております。ありがとうございます。あれさ、一瞬原作読んでると見逃すんだよね。あれコマのね、下の方にね、ちゃんちゃんって書いてあるんだよ。To be continued の脇ぐらいに書いてますよね。そうちっちゃく書いてあって、ここ拾うんだみたいな。いやびっくりしましたあれ。これあったって。そう俺もバーッと読んでる時にそんな気がついてなくて、この辺ないのかなって思ってたらちゃんちゃんって書いてあったから、あれと思って原作よーく見直してみたらちっちゃくちゃんちゃんって書いてあって、でその後にね、やっぱ歌教員が言ったりポルナレフが言ったりするから、ちゃんちゃんってやっぱりここで言っとかなきゃいけないんだなっていう。スタッフはやっぱきちんとそこのとこ拾ってるんだなって。拾いますよね。面白かったですね。他にもねあれですよ、オノディにあえてジョルノを送ったモブ1という方からいただいてるんですけれども、
フォーエバーの代わりにセリフを言ったり最後のちゃんちゃんであったり名言もありますよね。アニメジョジョを見ていてやっぱりいい味を出しているのはナレーションだとつくづく思いましたというメールをいただいてます。一部二部で割合原作もナレーションが多いんですよ。実際に書いてあるのがナレーションっていうかそういうナレーション部分のことでこう説明するところが多いんだけど、3部になるとすごく少なくなるのね。客観的に説明するところがすごく少なくなるんで、もう僕はまあ出番あんまりないかなと思ってたんだけど、さっきの例えばチャイのところとかもそんなチャイの説明なんかここで持ってくればいいだろみたいなところもちゃんときちっと拾ってくれさってるし、本来だったらナレーションにならないようなところでもナレーションとしてやっぱり扱ってくださって、なんかちゃんと出番作ってくださってるのがすごく嬉しくて、そうですね、やっぱりね個人的にもやっぱり、頭からずっとやってるから、やっぱりジョジョはもう本当ずっと出たいなと思ってるんだけど、それでもやっぱりそういう風にして一生懸命こうナレーションをわざわざこう突っ込んでくださるスタッフの愛情を感じて、すごく嬉しいんですけどね、3部は特に本当に。大川さん、あとね、最後に、もう時間あれなんですけど、一通だけこれ最後に読んでいいですか。いきます。スタンド名ボンゴレビアンコ。小野さん、そしてゲストの大川さん、こんにちは。毎回楽しく拝聴しています。第10回の次回予告で次のゲストが大川さんと発表された時の私はまさに、俺の精神テンションは今貧民時代に戻っている状態でしたもともと大川さんのファンであったのですが、ジョジョにハマったきっかけもまた大川さんだったからです。そうなんですか。それまでジョジョについて、学ランの人がオラオラ敵を殴って戦う話程度の貧弱な認識しかなかった私でしたが、基本そうですけど、基本ってやめなさい。基本学ランの人がオラオラって殴ってる漫画です。本当に全然余談なんですけど、ひどかったです。ジョセフ雲翔さんが、雲翔さんイベントで、あれじゃない、丈太郎はさオラしか言わないじゃないって言って、そんなことないそんなことはない喋ってるってなんかでも岩波さんがほらオラオラ褒めてたじゃん。小野君のオラオラのおのところになんか力点を置いてきちんと言ってるのがすごく感心してるっていうね。最近やっとその力感を褒められるようになってきたんですけれども、なんか大変だよね。オラオラ言うのも大変なんだよすいません。ただオラオラ言ってるんじゃないんだよなんでちょっと可愛く言うの。いや一応ほらね、この方にも言っとかないと、オラオラも大変なんだっていう。そうなんですよ、もう本当にまあね、先ほどちょっとねその収録もした後で今このオラオラジオを撮っておりますけれども、大川さんがねナレーションを担当されると聞いて、興味本位で一部のアニメを見始めたんですよ。ありがとうございます。最初の話数は比較的落ち着いた語り口で、相変わらずさっき言った通り相変わらずいいお声だななどとのんびり見ていたのですが、戦いが激しさを増すにつれ、大川さんの口調がどんどん熱を帯びていくのが分かるようになりましたそして大川さんの熱量に引っ張られるように私もジョジョの世界に引き込まれていったのです。極めつけは意外、それは髪の毛でした。これを初めて聞いた時の衝撃は今でも忘れられず、真剣な表情で溢れこする大川さんを想像し、思わず吹き出してしまいましたっていうのは多分これを本気でガッて熱量を入れてるのを想像しちゃったようです。先日のパシフィコでのイベントにも参加したのですが、展示されていた大川さんの色紙にこのセリフが書かれていたことに笑ってしまいました書いた。なるほど。そう今では私も立派なジョジョ愛こじらせマンになってしまいましたが、そうですか。これも大川さんのナレーションあってこそだと思っています、本当にありがとうございます。エジプト編も丈太郎たちの冒険と大川さんの熱いナレーション楽しみにしております、というメールをいただいております。大川さんきっかけでありがとうございますね。ジョジョの世界に大変なとこ来ちゃったね意外、それは髪の毛って実は自分では原作を読んでいて、そんなに違和感のあるナレーションだと思ってなかったの、要するに話の流れそのまんまなんだもん。
そうですね。なんとかかんとかで、でも来たのは、意外、それは髪の毛だったっていう、別に僕はすごく普通に納得して、と思って普通に読んでたのね。で、ナレーションでもまあそれがあったから、別に喋って、意外、それは髪の毛って言うとさ、周りがみんな笑うんだよ。そう。これ笑うとこみたいな。もう多分大川さんのその熱量的なものが込めたやつが、ちょっと原作読んでる時のやつから超えちゃったんじゃないでしょうか、これ。そうなのかな。ブラフォードか。そうですね。そうでしたね。津田君がやったんだけど、そう。だからこれでさ、髪の毛がだってこうバーって向かってくる絵なんじゃない。これで意外、それは髪の毛って何の違和感もなくて。で僕もそうでした。そしてアニメ見た時に僕もブッてなりました。そう。なんでかな。やっぱりでもそれってその込められてるものが読んだ時と全く違うからですよ。違うっていうか、よりなんかちょっと超えてきちゃってるからだと思います。みんなに言われるのよこれ。だから言われたから意識するようになって、で色紙にも書いちゃったっていう。なんか一言って言うからさ、と思ってじゃあっつって書いてある。じゃあこれだっつって。いやでも本当に大川さんの熱量のおかげで3部もね、スタジオが暑くてかなわないという本当にいいやみんながね、もうテンション高くて本当にすごい素敵な作品作ってくださってるんで、この先もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。というわけで以上、トーク&メールのコーナーでございました。大川徹、射程距離 A、持続力 C、